こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして財政検証が2024年に行われました。この結果について見ていきたいと思います。この財政検証については2025年に予定をされている年金改革の基礎資料となるものになっております。そして財政検証結果公表された後にですね、テレビなどでは33年後に年金が2割減るといったタイトルがかなり取り上げられたという状況で、この内容について、そしてこの財政検証結果から2025年の年金改革について考えてみたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、財政検証とはどういったものなのかについて見ていきたいと思います。どういった感覚で行われるのか、何を見ていくのか、何のために使われるのか、そういったところを解説をしていきます。そしてですね、今回発表されました2024年の財政検証結果について見ていきます。この財政検証結果自体はですね、一定期間ごとに行われているので、前回の結果と比べてどうだったのかといったところも見ていきたいと思います。そして今後の政策として財政検証結果から見る年金改革を少し考えてみたいと思います。ただですね、財政検証するだけというわけではなく、仮定を置いて試算をするというオプション試算というのがありますので、そちらの内容について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、年金制度における財政検証とはどういったものなのかについてですが、年金制度自体は年金財政がこの先100年にわたっても維持できるようにしていくものという形になっておりまして、その年金財政が100年にわたって維持できるのかどうかというのを定期的にチェックをする必要がある。そしてその年金財政における定期健康診断にあたるものが財政検証というものになっています。そしてこの財政検証自体は少なくとも5年ごとに最新の人口ですとか経済の状況を反映をして長期にわたる財政収支の見通しを作成をするという形になっています。そして見通しを作成をした上でさらにですね、仮定を置いてオプション試算というのも行われるという形になっています。そもそも年金というのはですね、約束事として現役世代の平均収入を 100% とした場合に、夫婦の2人のモデル世帯というのが受け取る年金額の割合というのを 50% を下回らないようにするというのが法律で約束をされている。この現役世代の平均収入を100として年金として受け取る年金額の割合のことを所得代替率と呼びますけれど、こちらですね 50% を下回らないかどうかというのを定期的にチェックをしていく。この 50% といったところがですね、前回実施されました2019年の財政検証、そして今回の2024年の財政検証で良くなったのか悪くなったのかといったところを見るポイントの一つかなと形になっております。ちなみにですね、2024年におけるモデル年金というのが出ておりまして、こちらは22万6000円ですね。夫婦2人のモデル世帯が年金としては22万6000円。そして今現状所得代替率というのが 61.2% となっている。これが今後どうなっていくのかといったところになってくる。そして2024年の財政検証結果ですけれど、かなりですね、テレビでも取り上げられましたけれど、33年後に年金が2割減るという見出しが結構出てきましたけれど、こちらはですね、33年後の年金、現在32歳の夫婦の方を前提としてですね、経済成長率は今までの基調のままで横ばいでいった。そういった場合にどのくらい年金の給付があるのか、そして年金をもらうときに現役世代の収入に対してどのくらいの割合なのかといったところを試算をした。たくさんパターンを試算をしているので、これだけではないんですけれど、経済成長率が横ばいでいった場合、給付額というのは今現状22万6000円ですけれど、21万1000円になるという試算になっています。年間でいきますと約18万円の減少という形では、2割という言葉ですけれど、こちらはですね、所得代替率
取り上げて2割という言い方をしておりまして、今現状 61.2% の所得代替率ですけれど、33年後の年金は現役世代収入に対して年金額が 50.4% になるという試算になっており、ここの所得代替率の低下部分が2割という形で、33年後は年金が2割という形になっております。そして今回の2024年財政検証結果ですけれど、2019年に比べてどうなのかと言いますと、2019年の当時と比べてですね、改善をしているという結果になっています。これはですね、高齢者ですとか女性の就労参加が促進をしたという結果を受けてですね、改善に寄与しているというふうに言われていました。そしてですね、ポイントですけれど、2019年と2024年の大きな違いですけれど、現役世代賃金ですね、こちら37万円のところをですね、今回の財政検証結果は賃金の引き上げをどんどん行っていくという形になりまして、2059年には 42.2 万円になるという試算ですね。従いまして今後どんどん賃上げをしていって、ここの水準に持っていかないと、33年後の年金のこの21万1000円、所得代替率 50.4% というのが達成が難しくなるという形。さらにですね、人口については今どんどん減少をしておりますけれど、ここにですね、外国人比率というのを加味をしているといったことで、人口の1割、2070年には日本の人口の1割が外国人になるという前提を置いて試算をしているという形になります。今現状2023年には在留外国人が322万人という形で全体の 2% という形になっておりますが、こちらが1割に引き上げられるという前提になっている。こういった前提条件があって財政検証を行っているという形になります。そして今後の政策ですね、オプション資産の方を見ていきたいと思います。オプション資産ですけれど、いくつかパターンがあるんですけれど、まずは国民年金の加入期間の延長ですね。試算の前からずっと言われておりましたけれど、納付期間を5年間延長して65歳まで国民年金に入っていくといった形ですけれど、こちらはですね、今回の財政検証で結果が改善されたということで見送りという形になっております。さらにですね、オプション資産で行っているのが厚生年金の適用拡大、今現状進んでおりますけれど、こちらの規模要件を撤廃をしていった場合のパターン、そして厚生年金の適用拡大、週今20時間が適用拡大の対象ですけれど、週10時間にした場合の対象といった場合の試算もしている。そういった形でですね、どんどん厚生年金を適用範囲を広げていく、規模要件を撤廃をしていくという試算をしている。さらにですね、高年齢者の就労がどんどん増えてきたという状況の中で、在職老齢年金ですね、こちらは別の動画でご紹介はしておりますけれど、在職老齢年金を廃止した場合のパターン、こちらはですね、年金財政にはマイナスにはなるんですけれど、就労参加を促していくといった形で、今検討されていると。さらにですね、社会保険における標準報酬月額の引き上げという形で、現在最高はですね、32等級の65万円となっておりますけれど、こちら上限を75万円、83万円、98万円に引き上げた場合という試算も行われているという形になっています。この標準報酬月額というのをですね、平均的な給与の2倍程度を目安に設定されるという形になっておりますので、最低賃金、全体の賃金が底上げされてくると、当然ですね、標準報酬月額の上限も引き上げになっていくといったところが予想されるという形になります。そして最後に注意点とまとめですけれど、今後の社会保険についてです。今現状ですね、社会保険の適用拡大というのは進んでおりますけれど、今後ですね、規模要件の撤廃されることが濃厚と。さらにですね、その後にですね、週10時間以上から社会保険加入という話になる流れになっているという形。そして今後の賃金、2025年10月の最低賃金引き上げもありますけれど、今後時給1500円を目指していくという形になっておりますので、今後ですね、やはり賃上げがどんどん加速をしていく。
また外国人との共生といった部分ですけれど、技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設という形、そしてどんどん外国人労働者を受け入れていくという形になって、永住者も増えるという形になってきますので、今後の人口増加、減少の抑制はですね、外国人が鍵を握っているといった状況で、共生社会も加速をしていくという見込みになります。そして今後はですね、短時間であっても社会保険に加入をしなければいけないという形になってきますので、会社はですね、保険料負担というのが生じます。したがってですね、それに対応する準備が必要と。また賃上げによって報酬月額も引き上げになりますので、保険料もさらに負担が増えていくという形になりますので、業務効率化等に取り組んでいただいて、資金余力というのを作っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。